こんにちは、猫のちてあみです。今回は初小やり動画でやっていきたいと思います。ということで今回は先日うちの猫さんのお誕生日だったのでお誕生日帽子を編みました。耳出しでかぶりやすいです。猫ちゃんとお誕生日をお祝いしましょう。それでは本編へ。材料はこんな感じです。毛糸はダイソーで購入しました。大元の糸はクリアスパンコールです。ですがこの糸正直スパンコールが邪魔で少し編みづらかったです。なので他の糸でも OK です。1玉約 30g、 色はオールドローズで標準ゲージは22目26段です。かぎ針は6号推奨です。水玉部分の糸はリサイクルコットンです。1玉約 40g、 色はホワイトです。標準ゲージは23目30段です。かぎ針は6号推奨です。飾りの糸はモコカフェです。ですがこのモコカフェが夏は売ってないかもしれません。この場合はふわふわした毛糸なら OK です。私は冬買って余っていた糸を使いました。1玉約 40g、 色はホワイトクリームです。標準ゲージは11目17段です。かぎ針は10号推奨です。今回かぎ針は6号で編んでいきます。編み方概要です。全体像はこちらです。概要欄にも記載しています。まずは4目の細編みの円を編みます。円の部分は表に従って増し目、色入れをします。ゆっくり見たい方はブログにも掲載しています。編めたら縁に細編みをして飾りをつけます。ポンポンを作っててっぺんにつけます。首紐は円の返し位置に糸をつけて鎖編み80目編んで引き抜き編みで帰ってきます。最後の10目まで来たら鎖編み15目編んで根元に引き抜き編みをして完成です。全体の大きさは10センチほどです。紐部分は32センチほどです。大きさは猫ちゃんに合わせて調整してみてください。それでは編んでいきましょう。指に糸を2周巻いて崩れないように取ってかぎ針を刺して糸を取ります。もう一度糸を取って作り目ができました。立ち上がりの目を1目編んで輪にかぎ針を入れて糸を取ります。もう一度糸を取って一気に引き抜きます。細編みが編めました。細編みを4目、あと3目編みます。編めました。編んだら端の糸を少し引っ張ります。縮んだ方の糸を引っ張って絞ります。絞り切ったら端の糸を引っ張ります。細編みの1目目に引き抜き編みをします。1
1目めにかぎ針を刺して糸を取り、一気に引き抜きます。1段目が編めました。立ち上がりの目を編んで、2段目からは表に従い増し目していきます。2段目以降は前段の向こう側半目を取って筋編みです。細編みは立ち上がりの目を1目と数えないので、1目目から編み始めます。2段目はすべての目に筋編みを2目編み入れます。今回声を後付けで入れてみました。理由としては、他の人が入れてたからです。今まで声を出すのが少し恥ずかしかったので入れてませんでしたが、入れた方が見やすいのかなと思い今回入れてみました。もしかしたら次から声なしに戻ってるかもしれないですが、編めたら1目目に引き抜き編みをして編めました。3段目は増し目なしの筋編みです。こんな感じで増し目ありなし交互で編んでいきます。また声の話に戻りますが、今回ヘッドホンのマイクで声を取ったので聞き取りづらいなみたいなのがあったら、ぜひコメントで教えてください。ついでに良いマイクも教えてくれると嬉しいです。4段目からは水玉模様を入れていきます。4段目は3、4、9、10目目に白色を入れていきます。1目通常通り編んで、2目目の最後の引き抜きで色を変えます。糸を整えて、ピンクの糸を編み込みながら筋編みを編みます。もう1目編んで最後の引き抜きで色を戻します。今度は白を編み込みながら進んで、9、10目目に白色を入れます。基本的にはこんな感じです。あとは図に従って編んでいきます。5段目は増し目なしで前段の白の上に白を入れていくイメージです。6段目と7段目は白色がないので、少し白色を編み込んだら、白色は切って OK です。こんな感じで図に従い編んでいきます。編めました。編めたら糸を切って、私は間違えて引き抜いてしまいましたが、最後の引き抜き手前で糸を切って、1目目の下を通して
最後の目に糸を通した方がきれいに仕上がります。通したら編み目に糸を通して余った糸を切ります。端めの糸も処理しておきます。形を整えて帽子ができました。ここからは飾りを作っていきます。円の返しの目にかぎ針を刺して糸を取ります。もう一度糸を取って糸がつきました。立ち上がりの目を編んで細編みを一周編んでいきます。この糸はいまいち目がわからないので雰囲気で編んでます。ただ編むとそれっぽくなるので気に入ってます。一周編めました。編めたらハサミで糸を切って今度は間違えないように1目目の下に糸を通します。通したら最後の目に糸を通して糸を入れ込みます。ハサミで余った糸を切って編めました。次はポンポンを作っていきます。今回フォークを使ってみましたが厚紙などでも OK です。フォークに糸を巻きつけて糸で中心を結びます。このフォークが真ん中に穴がなくて微妙だったので売っているポンポンを買っても OK です。結べたら端の糸を切ります。もう片方も切って形を整えます。整えたら針でポンポンをつけていきます。裏で何回か生地に糸を通して玉結びしたら完了です。できました。円の返しの目の位置に裏から糸をつけていきます。糸をかぎ針ですくって糸を取ります。もう一度糸を取って糸を整えます。鎖編みを80目編んでいきます。編めました。長さは40センチほどです。立ち上がりの目を編んで裏山を拾って
引き抜き編みをします。引き抜き編みを70目編んでいきます。残り10目まで編んだら、鎖編みを15目編みます。ここが耳出しの穴になります。編めたら1目めに引き抜き編みをしてくっつけます。最初糸をつけた上の方に引き抜き編みをします。この時初めの糸も一緒に取ると安定します。糸を引き抜いて、糸を切って、糸を入れ込みます。糸を短く切りすぎたので、針を入れてから糸を入れました。とじ針を引っ張って糸を切ります。反対側にも首紐をつけて、完成です。気に入ってくれた様子です。猫ちゃんとお誕生日を楽しみましょう。ご視聴ありがとうございました。